こんにちは。今回はゆるキャンの聖地巡礼ということで、山梨県の身延町と南部町をサイクリングに回ろうと思います。はい、身延駅に到着しました。それでは改札を出る前にホームから巡礼をしていきましょうか。まずは2番線と3番線のホームに降りるための地下道から見ていきましょう。それでは地下道を降りていきます。身延駅の構内はね、シーズン2の第4話でなでしこがカリブーにランプを買いに行く時などに描かれています。それではね、階段を上って2番線と3番線のホームに出てみましょう。この駅はね、アウトドアショップカリブーとなでしこのアルバイト先のお蕎麦屋さんがあるという設定になっているので、なでしこはこの駅をよく使っています。ただし実際のモデル店は別の場所にあります。カリブーは静岡県浜松市、お蕎麦屋さんは山梨県甲斐市です。これがね、身延駅の改札と待合所です。それでは外に出てみましょう。これが身延駅のロータリーです。そしてここは身延駅の駅前通り、商人通りです。この通りはね、シーズン1の第1話、なでしこが初めてカリブーに行った時のシーンで描かれています。これはね、ロータリーの出口にあるお土産屋さん、山梨水晶本店さんです。店の前にはね、りんちゃんのビーノが飾られており、店内にはゆるキャングッズがたくさん売っています。ただし店内の撮影は NG です。山梨水晶本店さんの目の前にあるのが栄翔堂さんです。この店は身延まんじゅうを売っています。それでは中に入ってみましょう。身延まんじゅう12個入り買っちった。栄翔堂さんでね、身延まんじゅうを買ったなら店を出てから左手の方向に歩いていきましょう。ここはね、なでしこたちが身延まんじゅうを食べていたポケットパークです。この広場のベンチに座って身延まんじゅうを食べるのが正しいゆるキャンの聖地巡礼の作法となっています。ただしね、身延まんじゅう結構ボリュームありますので、買い足しに行くことはおそらくないでしょう。素敵な富士川の景色を見ながら食べる身延まんじゅう、それではね、次の目的地身延郵便局を目指して出発します。身延郵便局はね、なでしことえなちゃんが年末年始のアルバイトをしてた場所です。そしてね、今富士川を渡っているんですけども、この橋は身延橋です。この橋の下の風景がちくわを散歩するえなちゃんのティザービジュアルのモデルとなっています。はい、じゃあ改めて身延郵便局を目指しましょうか。いや、桜が咲いていてとても綺麗ですね。目の前にある52号の陸橋をくぐります。52号を過ぎたらね、
次の信号を右折です。ということで、身延郵便局に到着です。ここにはなでしこのパネルと配達用の自転車が展示されています。それではアニメのシーンと比較していきましょうか。では次はね、えなちゃんとなでしこがお昼にお弁当を食べていた川の土手に向かいたいと思います。もうね、身延郵便局からは歩いてすぐのところです。はい、ここがそうですね。到着しました。実際こんな感じでね、すごく景色が良くて桜も咲いていました。次はね、なでしこが郵便局のバイトで手紙を配っていたエリアを見に行ってみたいと思います。はい、一つ目の T 字路を左に曲がった先にあるのが羽木橋。この橋もアニメで描かれています。はい、それではそのまま先に進みます。の交差点を左に入っていきます。この道ね、結構きつい上り坂になっていましたけどね、なでしこさん嬉しそうに自転車こいでいましたよね。これはね、お正月になでしこが年賀状を配っている時のシーンです。はい、太い通りに戻ってきました。それでこの右手に見えるのは52号のバイパスですね。なでしこが配達中に初日の出を見たのはこの辺りになります。はい、次はね、身延山久遠寺に向かいたいと思います。この時期はしだれ桜が有名なので楽しみです。この総門の先がね、身延山の参道になります。もうすでに桜が綺麗ですね。総門から山門までは結構距離あるんですけどね、沿線の桜がね、とっても綺麗なので退屈しませんでした。この右手の黄色いお店はね、ゆるキャンのコラボカレーが食べられるカレー屋さんです。はい、山門に到着しました。かなり立派なもんですね。それではね、中に入っていきたいと思います。素晴らしい松並木ですね。そしてね、奥にとっても急な階段が見えます。これはね、菩提亭と呼ばれる階段で、287段もある階段です。
いやーしんどかった。なんとかねこの急な階段を登りきりました。階段を登りきると立派な五重塔が立っています。しだれ桜とのコラボレーションが素敵ですね。そして目の前にあるのが本堂です。この空音寺はね、えなちゃんがちくわを連れて初詣に来たシーンとして描かれている他にね、ヘアキャンの第6話でね、犬子と千秋ちゃんの中学時代の思い出の場所というシーンが描かれています。これが有名なしだれ桜です。はい、それじゃあアニメのシーンと比較していきます。それじゃあね、久遠寺の裏手にあるロープウェイ乗り場に向かいます。久遠寺はね、身延山の麓に建てられたお寺なんですけどね、山頂にもね、奥の院と呼ばれるお寺があります。奥の院まではね、歩いて登るための参道があるんですけども、ロープウェイを使えば一気に山頂まで登ることができるんです。奥の院はね、犬子たちが初詣をした場所ですね。ロープウェイの久遠寺駅です。めっちゃ混んでますね。もちろんここにもゆるキャングッズは売っています。それではね、ロープウェイに乗りましょう。曇ってて何にも見えねえ。ということで、奥の院駅に到着しました。ここではね、名物串切り団子を食べることができます。串切り団子よもぎ味カッチッタ。山頂むっちゃ寒いです。今回はね、霧が深くて何も見えなかったんですけども、この建物の横にある展望台でね、犬子たちが初日の出を見ていましたね。本来だったら富士山が見えるはずです。それではね、奥の院の獅神閣に向かいます。それにしてもすごい霧ですね。はい、獅神閣に到着しました。それではね、階段を登っていきましょう。日蓮上人が植えたとされる杉が立っています。はい、門に到着しました。ここがね、身延山の奥の院獅神閣になります。このお堂の中はね、撮影禁止です。ロープウェイで麓まで降りたいと思います。はい、久遠寺まで戻ってまいりました。それにしてもすごい階段ですね。しかし下りは楽でいいですね。次の目的地はね、道の駅南部です。ここからはね、少し距離があります。国道52号線に出たらひたすら南に向かって走るだけです。
はい、間もなく道の駅南部です。ここはね、ヘアキャンの第9話で描かれているのですが、マグロ丼を食べることができます。はい、道の駅南部です。結構お客さんの多い道の駅ですね。それでは中に入っていきましょう。中に入るとえなちゃんのパネルがありますね。中に入るとね、南部市の展示室があるんですけど、あまり興味が湧きませんでした。売り場には山梨のお土産がたくさんありました。クラフトビール、ワイン、地酒などのお酒も豊富です。そしてゆるキャングッズも当然売られています。そしてここが食堂になります。もちろんトロトロ丼を選びます。はい、これがトロトロ丼です。はい、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。それでは最後の目的地はうつぶな駅です。うつぶな駅はなでしこの家の最寄り駅で、実際のなでしこの家は空き地になっています。まずはなでしこの家に向かいます。この辺りもね、桜がたくさん植えられていました。はい、この橋を渡った先にね、なでしこの家のモデルになった空き地があります。はい、この右手の空き地がなでしこの家という設定です。そして目の前の交差点は南部橋西交差点です。周辺の風景がアニメのシーンと一致しますね。それではね、うつぶな駅に向かって進みます。この目の前に見える橋は南部橋です。この橋もアニメで何度も描かれています。これはね、シーズン1第1話のシーンです。転校してきたなでしこの初登校のシーンになります。それではね、橋を渡っていきましょう。この橋を渡った先にあるのがね、南部橋東詰交差点です。ここはね、シーズン2の第1話でなでしこが年越しキャンプに行くりんちゃんを見送った場所になります。はい、次がいよいよ最後の目的地、うつぶな駅です。はい、うつぶな駅が見えてきましたね。ここがなでしこの最寄り駅となります。ここもね、なでしこの通学シーンでよく描かれていますね。これはね、シーズン1のティザービジュアルです。ということで、今回の聖地巡礼はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。